皆さんこんばんは。 THSMR です。今回は豊島義也さん作の童話エミリアンの旅第5話をお届けします。このお話はエミリアンがのんきに旅をしながらさまざまな問題を解決していく楽しいお話です。もう5話になりました。早いですね。前回は船に乗ったところで終わりました。その後、悪魔はどうなったのでしょうか。船の行き先はどちらなんでしょうか。はい、今回は太った男とその羊の話ということで、太った男、一応物語が書かれた当時は、太っていることは食に困らず豊かな生活を送っている証でもありましたね。はい、お金持ちとかそんなイメージもありますね。はい、そんな男が何か騒動を巻き起こすのでしょうか。それでは読んでいきましょう。エミリアンの旅、豊島義雄。太った男とその羊の話。エミリアンはしばらく船の旅を続けました。その船は地中海の沿岸を回るごく旧式の小さなもので、主に貨物や家畜を乗せ、乗客はわずかしかありませんでした。そうした粗末な船がエミリアンにはかえってのんきでよかったのです。わずかな乗客の中に丸々と樽のように太った男がありました。20頭ばかりの立派な羊を連れていました。そして彼は自分が羊のようによく太ってるのが自慢でしたし、またその羊たちが彼のようによく太ってるのが自慢でした。乗客の中にはごく痩せた人が幾人もありました。そういう人たちの一人に顔を合わせると、彼はすぐに太ってるのを自慢しました。朝ですとこう言いました。あなたは痩せていますね。いけませんよ。私と私の羊たちとご覧なさい。よく太っているでしょう。今日の日をありがたいと思いますよ。食堂ではこう言いました。あなたは痩せていますね。いけませんよ。私と私の羊たちとご覧なさい。よく太っているでしょう。ごちそうを食べるのも嬉しいと思いますよ。夜になるとこう言いました。あなたは痩せていますね。いけませんよ。私と私の羊たちとご覧なさい。よく太っているでしょう。神様のお恵みが深いのだと思いますよ。面と向かってそう言われると、痩せた人たちは憤慨しました。痩せてるのは何も自分たちが悪いからではない。ただブクブク太ってるのが
何が自慢になるものか、それを当てつけがましくいろんなことを言うのは失礼千万だ。そして彼らは相談し合って仕返しすることにしました。食堂で古い壊れかけた椅子を探し出して、太った男がいつも座る席に置いておきました。太った男は反り返ってゆったりと食堂に入ってきて、何も知らずにいつもの席に着きました。そしてその重い体でのしかかったからたまりません。古い椅子は一度に潰れて、彼は下に転げ落ちました。痩せた人たちはどっと笑いました。太った男は真っ赤になって立ち上がりました。そしてボーイを怒鳴りつけました。ボーイは平に謝りましたが、彼はなかなか許しませんでした。不都合極まる。俺のような太った者がいることを忘れたのか。許してもらいたいなら2人前のごちそうを出せ。それもタダで出すんだ。金は払わん。タダで2人前のごちそうを出せ。ボーイは仕方なしに2人前の食事を出しました。彼はそれをうまそうに食べてしまって、そばの痩せた人に言いました。いかがです。太っているのは良いことでしょう。ただで2人前のごちそうが食べられます。痩せた人たちはそれでなお憤慨しました。そして今度は甲板に小麦の袋をぐらぐらに積み重ねて、そのそばに済まして立っていました。太った男がゆったりとやってきました。そして立ち止まってタバコに火をつけながら積み重ねた小麦の袋に寄りかかりましたので、ただでさえぐらぐらしているのが一度に崩れ落ちて、その弾みに彼もそこに転がりました。痩せた人たちはどっと笑いました。太った男は真っ赤になって立ち上がりました。そして船員を怒鳴りつけました。俺のような太った者がいるのを忘れたのか。許してもらいたいならこの小麦を一袋差し出して俺の羊たちにごちそうしてこい。船員は仕方なしに小麦を一袋担いで彼の羊たちに食べさせに行きました。彼は痩せた人たちに言いました。いかがです。太っているのは良いことでしょう。ただで羊たちにもごちそうができます。痩せた人たちはなお憤慨しました。太った男はただ転げるだけで怪我もしないで得ばかりしているんです。今度は何か良い工夫はないものかといろいろ相談しました。がどうもうまい考えが浮かびません。するとそのうちの一人がエミリアンのことを思いつきました。大人よりもかえって
ああいう少年の方がうまいことを考えつくかもしれないし、ことにエミリアンはイタリアで何か偉いことをしたというような噂が船の中に伝わっていました。そこでみんなエミリアンの知恵を借りることにしました。エミリアンは痩せた人たちの話を聞いてしばらく考えてから答えました。私はあの太った人に恩も恨みもありませんけれど、あの人があんまり自慢をしたり勝手なことをしたりするのは良くないことだと思っています。承知しました。あの人が困るようなことを考えてみましょう。太った男が甲板に立っているとき、エミリアンは近づいていって話しかけました。あなたは大変立派な羊をたくさん連れてらっしゃるそうですが、その羊を見せてくださいませんか？太った男は喜んでエミリアンの方を振り向きました。今までいくら自慢してもその羊を見せてくれなどと言われたことがなかったのです。ああ、いいとも、見せてあげますとも、こっちへいらっしゃい。そして彼は先に立ってエミリアンを案内しました。中甲板に降りて少し行くと、その片隅の広い仕切りの中に羊が20頭ばかりいました。薄暗い中で退屈しきってぼんやり突っ立ったり寝そべったりしていましたが、なるほど、立派な羊ばかりでした。どうです？立派なものでしょう。私も羊のように太っているが、羊も私のように太っています。本当に立派な羊ですね。エミリアンはそう答えてしばらく羊を見ていましたが、やがて言いました。立派ですが、世の中は広いから他にもこんなのがいないとも限りません。そこに行くと私はコウモリを1匹持っていますが、それが世の中に2匹といないものなんです。世の中に2匹といないコウモリだって。そうです。見せてあげましょう。そしてエミリアンは太った男を自分の船室に案内しました。その部屋の隅にポリモスからもらったままになっているコウモリがカゴに入っていました。太った男はそのカゴの中を覗き込みました。なるほど、大きなコウモリだな。大きい上にのんきで、そしてまたとても知恵があります。昔、鳥と獣の戦争の時、裏切りをしてどちらからも仲間外れにされたという、あんな卑怯なのじゃありません。エミリアンはもったいらしく咳払いをして話し続けました。
このコウモリがある時うっかりしてイタチの巣の中に飛び込んで休んでいました。すると運の悪いことに、そのイタチがちょうどネズミに対して腹を立ててた時ですから、たまりません。イタチはいきなり駆けつけてきて、ネズミのくせにまた俺の巣を荒らすのかと怒鳴り立てながらコウモリを人飲みにしようとしました。コウモリはびっくりしてイタチをなだめながら言いました。私がネズミですって、とんでもないことです。私はこの通り立派に翼を持っていますし、自由に空を飛ぶことができます。私は鳥ですよ。間違ってはいけません。なるほど。よく見ると鳥のようです。イタチは許してやりました。それから2、3日の後、のんきなコウモリはまたうっかりして他のイタチの巣に飛び込みました。ところが今度のイタチは鳥に対して腹を立てていました。いきなり駆けつけてきて、鳥のくせに生意気だと言ってコウモリを人飲みにしようとしました。コウモリはびっくりして弁解しました。私を鳥だなんて間違えてはいけません。鳥には羽が生えてるはずです。私はこの通りネズミです。よく見てください。そしてコウモリはうまく逃げ出すことができました。そんな話を聞いて太った男は笑い出しました。が急に笑いやめて言いました。そのコウモリがこれだと言うんですか。だが君は一体誰からその話を聞きましたか。その話をコウモリがフクロウに話して、フクロウはカワウソに話して、カワウソは猫に話して、猫が猿に話して、猿が、そしてしまいに私の耳に入りましたから、私がそのコウモリを捕まえたんです。そして二人は一緒に笑い出しました。それからエミリアンはちょっと真面目になって言い出しました。とにかく大きな立派なコウモリです。そこでいかがでしょう。このコウモリとあなたの羊のどれか一匹と取り替えてくださいませんか。そうだな、それも面白いかもしれない。そこで話がまとまりまして、エミリアンはコウモリを太った男に与え、その代わりに太った男の羊をどれでも好きなものを一頭もらい受けることにしました。痩せた人たちはこれからが面白いんだというエミリアンの言葉を信じて楽しみに待ち構えていました。船がギリシアのある港に着きますと、そこで太った男は降りることになっていましたので、約束の通りエミリアンは彼にコウモリを渡しました。彼は船の甲板に羊を並ばせて好きな一頭をエミリアンに選ばせました。20頭ばかりの見事な羊でしたが、それが
薄暗いところから引き出されて、上後半の広々としたところに並んで嬉しそうに動き回ってるので、なおさら綺麗でした。エミリアンはしばらく羊の群れを眺めていました。するとその中に一頭、他のより年も取っているらしく、力も強そうで、いつも先頭に立って歩いていて、一軍の指導者らしいのが目につきました。これにしますよ。とエミリアンは言いました。よろしい。と太った男は答えました。エミリアンはその一頭の羊を甲板の縁まで連れ出しました。すると他の羊たちも後からぞろぞろついてきました。それを見すましてエミリアンは自分の羊を海の方へ向けて尻を強くつねりながら押しやりました。羊はびっくりして駆け出したはずみに甲板を乗り越して声高く泣きながら海に飛び込みました。他の羊たちもその後を追ってめーめーと泣きたて騒ぎ立てながら次々に海へ飛び込んでいきました。それを見ると太った男は気違いのようになりました。駆け回って羊たちを引き止めようとしました。それから叫び立てました。誰か助けてください。羊が海へ飛び込んでいきます。救ってください。早く救ってください。羊一匹について金貨1枚あげます。救ってください。叫び立てながらも彼はおかしなことにはコウモリのカゴを手から離さないで、そして羊の後を追って自分もとうとう海へ飛び込んでしまいました。そうなると面白がって見ていたエミリアンも痩せた人たちも船員たちも捨てておけませんでした。急いで小舟を下ろして太った男とその羊たちをすくい上げ始めました。太った男は頭から水をかぶってずぶ濡れになったまま、やはりコウモリのカゴをぶら下げていました。羊たちもずぶ濡れになっていました。けれど溺れたものは一頭もありませんでした。羊一頭について銀貨を1枚ずつ渡されました。エミリアンは言いました。あなたも救ってもらったんだから、自分の分として金貨を1枚お出しなさい。羊と同じにあなたの命も金貨1枚の値段にしておいてあげましょう。太った男はまだぼんやりしていて、自分の命の代として最後の銀貨を1枚差し出しました。エミリアンはそれを受け取って空中に高く放り上げました。火の光にそれがキラキラ光りました。お
エミリアンの旅第5話、太った男とその羊の話でした。太った男、わかりやすく傲慢で強欲で、ある意味ちょっと面白いキャラクターでした。わざわざ人の恨みは買うものじゃないですね。でも今回はエミリアンもちょっとやりすぎ感があって、最後はドタバタ劇でコミカルで面白かったです。なんだかんだ言って助けるところも良かったですね。はい。羊とコウモリは完全にとばっちりでした。今回は船旅でしたね。あんまり船には乗ったことがないですね。昔ポップコーン食べ過ぎて気持ち悪くなって吐いたことがあります。カリブの海賊で。はい、それではいよいよ次回は最終回です。どんな旅になるのでしょう。お楽しみに。それではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。